はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。梅雨はずいぶん前に終わったはずなんですけど、ちょっとね、梅雨っぽい天気が続いてます。今日も多分雨が降ると思うんですけど、今年の梅雨はかなり短くてですね、降った雨の量も全然足りないので、こういった形でたくさん雨が降ってくれるのはすごいありがたいです。今週末はですね、友人が来てたんですけど、その方が雨雲も連れてきてくれたみたいで、久々に2日間がっちりと雨が降ってくれたおかげで、のんびりすることができました。ということで、ここら辺が折り返しだと思うんですね。後半も頑張っていきたいと思います。今回は開墾時の怪我についてお話をしていきたいと思います。ここはね、もともと耕作放棄地で、ここを人力で開墾してきたんですね。もう連続で7年ぐらいやってるんですけど、人力なものでなかなか進まないですけども、土地の状況とか生えてる草とかそういうのを見ながらこうしようかな、ああしようかなっていうことをね、考えながら少しずつ進めてる感じですね。7年もやってると開墾、人力開墾はかなりベテランだと思うんですけど、毎年ですね、これぐらいの時期に怪我をするんですね。冬の間頑張りすぎて疲れが溜まってて、この時期に疲れが出てということなんですね。で、今年もですね、めでたくというか、また怪我をしましたので、ちょっと来年は怪我をしたくないなという自分へのメッセージも込めて、この動画を作っていきたいと思います。自分が過去にこうやって怪我したということを共有することで、皆さんの参考というか、お役に立てればなというふうに考えています。はい。では、よろしくお願いします。私はですね、もともと耕作放棄地だったこの土地を、人力で開墾してきたんですね。人力開墾だと、お金はかからないんですけど、やっぱり体にすごい負荷がかかるんですね。無理したら疲れも溜まりますし、そのまま放置すれば怪我になるということで、この体のコンディション調整っていうのはすごい気をつけてやってるつもりなんですね。やりすぎない、無理をしないと。根を詰めないと。いうことでやってるにもかかわらず、毎年ですね、これぐらいの時期にいつも怪我をしてるんですね。気をつけてるにもかかわらず、怪我をするパターンっていうのをお伝えすることで、そういうの気をつけなきゃなと思っていただければなということで、ちょっと今回、いろんな怪我のパターンを紹介していきたいと思います。開墾時の怪我なんですけど、記憶が新しい今年のから紹介していきたいと思います。今年の怪我はですね、左手の指が動かなくなりました。今はね、10日間ぐらい経って動くようになってきたんですけど、まだ完全じゃないんですね。で、左手なんですけど、10日間ぐらい前、朝起きたら指が動かない。左手のですね。で、寝違えて腕を下にしたりして血が止まって動かないことってたまにあるじゃないですか。そんなもんかなと思って、様子見てたんですけど、30分ぐらい経っても動かないと。で、これはもしかしたら脳の病気かなと思って、ちょっと心配したんですけど、ほぐしていったら、もうここが本当にパンパンで、これが原因かなと思って、ほぐしていたら、ちょっと動くようになったんで、病院にも行かず自分で治そうかなと思って、今10日間ぐらい来てます。かなり動くようになってきたんで、そろそろメールもできるかなっていうところなんですけど、想像できると思うんですけど、左手の指が動かないと、全然仕事にならないんですよね。右手ならなんとかできますけど、やっぱり左手って必要なので、で、これ治んないんじゃないかなっていう不安とか、やっちまったなっていう後悔とかですね。そういうのはありましたと。で、ずっとやってきたのに、なんで初めて左手が動かなくなったかっていうのをちょっと紹介したいんですけど、今年からですね、この後ろにある、これマコモっていうイネ科の草なんですけど、この周りのですね、土をきれいにしようと思って、下に生えてるイネ科の雑草をひたすら引き抜いてたんですね。イネ科の雑草ってですね、結構根っこがすごい張ってて、もう本当に引っ張って取るみたいな。で、指に最大限の負荷がかかってたんですよね。もう硬くて取れないものを取るみたいな、筋肉試しというか、力勝負みたいなことをずっとやってて、おそらくそれが原因かなと。今ちょっと映しますけど、もともとはこういうですね、イネ科の雑草がこの辺一面に生えてましたと。ただこれでは美しくないので、マコモの周りは全部引っこ抜きました。
そんなことをしていたら、腕の筋に負荷がかかったって感じですね。畑をやってるんで、雑草を抜いたり切ったりってもうずっとやってきてるんで、まさかこれで指が動かなくなるとはっていう思いがありました。でも、冷静に考えてみると、マコモの下の泥に生えたイネ科の草を抜く必要ないんですよね。あくまで見た目のためと、来年楽になるかなっていう思いでやってたんですけど、反省点としては、ここでちょっとね、動画を撮ってるんですね。ここの絵をきれいにするということもあって、少し気合を入れてやりすぎたかなっていう反省があります。だからあんまりね、無理しちゃいけないのかなと。で、加えてですね、基本的に、午前中撮影して、家に帰って編集って感じなんですね。で、編集で使うのって、左手なんですよね。パソコンでやるので、ちょっと頑張って、その日やりすぎたんですね。すごいペースで。で、すごい早いなって思って嬉しかったんですけど、その日は。で、翌朝になったら動かなくなったと。ということで、やっぱり無理はいけないんだな、ということを今更学びましたと。ですから、あんまりいないと思うんですけど、午前中ひたすら草抜きして、午後ひたすら仕事する人は、ちょっと左手への負荷を考えた方がいいかなと思います。動画編集って結構ですね、左手のショートカットキーを使うんですよね。普通のこのオフィスの仕事だと、ショートカットキーってそんなに使わないと思うんですね。せいぜいコントロール、カット&ペーストぐらいだと思うんですけど、動画の編集ですと、いろんな機能を割り当ててるんで、10種類ぐらい常に使って、こういう感じなんですよね。ちょっとこれが左手に悪かったかなと。ですので、あんまり動画編集でショートカットキーは使わないようにしようかなと思いました。はい。それがまず一つ目ですね。一応ね、回復に向かってるので大丈夫かなと思います。去年の怪我についてお話したいと思います。去年ね、こちらで事故が起こりました。ここにあるですね、大きな石を、持ち上げて動かそうとしてたんですね。ここの小川をきれいにしようかなと思って。で、結構大きな石だったんで、立てたんですけど、倒しきれず、また戻ってしまい、運が悪いことにこの横の壁と石に、右手の薬指が挟まりまして、破裂しましたと。幸いにも骨は無事だったんで、もうずっと右の薬指は動かせないような状況がですね、3ヶ月ぐらい続きましたね。で、ちょうど動画をやり始めた頃で、作業もやりづらいし、編集もやりづらいんで、ちょっと動画編集やめようかなとも思ったんですけど、怪我を言い訳にするよりも、できるだけやってみようかなと思って、結果的にね、やってよかったんですけど、一瞬の油断で、そういう事故が起こりましたと。ここに大きな石が以前からあって、ここで小川のですね、流れが止まっちゃってたんですね。で、当然水の流れも悪くなるので、この河口で水を取って田んぼに入れるということをやってたので、ちょっと川の流れを良くしようと思って石を動かそうとしたんですけど、先ほどお話したような感じで、その大きな石と隣の壁に挟まれましたと。この石もですね、ずいぶん長いことここにいたので、動かさないでねっていうことだったのかなと理解しましたと。今、二人がかりであればいけるかなとは思うんですけど、ちょっともう怖いんで触りたくないですね。触らない方がいいものっていうのは多分あるのかなと思います。2年前なんですけど、この場所でですね、ぎっくり腰になりました。人生初のぎっくり腰でした。で、今ちょっとその面影ないと思うんですけど、その前の年かな、台風がすごくて、この山の上の木が全部ね、倒れてきたんですよね。結構太い木で。で、その木を処分する必要があったんですけど、で、本当にね、大きな木が、太さこれぐらいの木がですね、2本重なり合ってここに倒れてて、もうこの辺は近寄れない状況になってました。ただこの場所はですね、ここで田んぼ用の水を取ったりするので、片付けなきゃいけないということで整理してたんですけど、こんだけ太い木をね、どう処分するかっていうのがあって、大きなままでは運べないので、ちょっと小さくしていかないといけないと。
で、思いついたのが、これはちょっと違う木なんですけど、こんな感じで輪切りにして、これを向こうのマコモエリアの池のとこの、遊歩道的に踏み石みたいな感じにやろうかなと思って、これぐらいの厚さで切っていったんですね。で、ここで切って向こうに運ぶということなんですね。実物はもうちょっと大きいんで、頭に乗せるぐらいのものだったんですけど、そんなに危険はなかったんですけど、やっぱり疲れが溜まってたんでしょうね。で、切った奥にある丸太をこう、取ろうとした時に、ギクってきて、あーっていう、ちょっと油断した感じなんですね。ぎっくり腰なんですけど、自分が中学の時に、先生がぎっくり腰になって、こうした方がいいよって話を聞いてたんですね。なので、それを実践し続けて、今まではぎっくり腰にならずに来てたんですけど、一応その先生が言ってたことを紹介すると、低いところにあるもの、荷物だとしますよね。これを持ち上げるときに、こうやっちゃダメですよと。こうやると、来ますと。必ずしゃがんで持ち上げましょうと。毎回しゃがむってめんどくさいんですけど、一応それで30年以上、ぎっくり腰にならずに来てましたと。で、今回は、ちょっと奥のものをね、座って取ろうとしたんですね。奥にあるやつを。それでこう来たって感じですね。新しいパターンというか。だから奥のものを取るときも気をつけた方がいいかもしれないですね。で、初めてのぎっくりだったんで、本当は冷やしたり安静にしなきゃいけないんですけど、初めてのことだったんで、風呂に入れて温めたりとか、自分で伸ばしてみたりとかして、あがいたことで、おそらく余計悪化したと思います。もしぎっくり腰になったら、とにかく安静が大事みたいですね。結局、そうですね。1ヶ月ぐらい、ちょっともう、こんな感じでしたけど、治りました。はい。このままね、続いたらどうしようかなと思って、本当にそこは不安だったんですけど、なんかね、周りに迷惑かけながらっていうのも、そもそももう開墾ができないですし、一瞬の油断というか、しゃがみながら奥のものを取ったら危ないっていうことは習ってなかったので、ちょっとここで皆さんに共有したいなと思います。3年前の怪我なんですけど、山の上で起こりました。耕作放棄地って、農地だけじゃなくてですね、周りの山も完全に放置されてるんですよね。この土地をね、購入した10年前はですね、ここの山はもう木が好き放題に生えてて、もう本当に日当たりが悪かったんですね。で、地主の方と話をして、もうちょっと木を切らせてくれと交渉して、少しずつ切っていったんですね。それが3年前ぐらいに始まったのかな。で、山の木を切るときは、こういうチェーンソーを持って、これで木を切ってるんですね。で、このチェーンソー自体も刃がこう、ぐるぐる回るんで危ないんですけど、これね、結構重いんですよね。5キロぐらいあるのかな。で、加えてもう重量物として重いバッテリーをここにつけてやるので、かなり腕に負担がかかりますと。で、腕といってもですね、大きく分けて筋肉とこう筋があるんですよね。筋肉は重さを支えると。で、この筋の部分は、すごい重いところで作業している中、このアクセルというか、スロットルっていうのかな。ここを、電気だからよくわかんないな。このスロットルを引き続けないといけないと。極限の状態でこう、手をコントロールすると。で、筋肉の方は結構ね、なんか疲れが取れやすいんじゃないかなと思ってるんですね。お風呂に入ったり、温泉に行ったり、温めたりと、休めたりということで、疲れが取りやすいかなと思うんですけど、この筋の方ですね。ちょっと見えづらいですけど、人差し指でコントロールするんで、ここの部分は結構ね、力が入っちゃうんですよね。で、もう本当に太い木だと切るのに、どうだろうな。5分、10分かかるんですよね。その間ずっとこう、最高筋力で居続ける。その中でこう、筋を動かすということなんですね。で、これは体に悪いなと思って、
1日2本ルールっていうのを作ったんですね。山の上の木は1日2本までしか切らないと。それ以上やると危ないので、体に良くないのでというルールを自分で決めたんですね。ただですね、この山登るの結構大変なんですよ。もう必ず息が切れるぐらい急な山なので。で、苦労して山に登って、2本だけ切って帰るって結構ね、もったいないというか損した感があって。で、前の動画でもお話したんですけど、チェーンソーを使っていると結構アドレナリンが出てくるんですね。結構危険なことをやってるんで興奮してくるというか、そうすると体の疲れ具合とかがわからなくなるんですよね。もうなんかランナーズハイみたいな状態になって。で、自ら1日2本ルールを定めた翌日に、2本切ったんですね。まだまだいけるだろうと思って、ついついもう2本切っちゃいました。1日4本切っちゃったんですね。で、作業は確かに進んだんですけど、帰ってきたら、気を緩めたら、右手が痛い。この辺が痛い。筋が痛い。で、ちょっとほぐしても全然治らなくて、マッサージとかも行ったんですけど、なかなか治らなくてですね。ここでの失敗は、やっぱり、日本ルールって定めたにもかかわらず、調子に乗って4本やってしまったと。無理をしたっていうことなんですね。なんでっていう、やっぱりね、決めたことは守んないとダメなんでしょうね。だから自分のそのコントロールがまずかったという感じになります。で、その時の、結構かかったんですよね、治すまでに。いろんなとこに行ったりして、かかったんですけど、結局、ここが痛いんで、ここをずっとほぐしてたんですけど、実はこの辺が硬くなってたと。結局、繋がってるんですよね、体って。だから、ここが痛くても、ここが悪いんじゃなくて、実はここかもしれないと。手が届かないここかもしれない。ということで、全体をほぐす必要があるのかなと。で、それが分かるまで結構かかってですね。ここをほぐしたら結構あっさり治りましたと。先ほどお話したこの左手が動かない問題も、ここじゃないんですよね。結局、ここだったんですね。手が調子悪いっていう人は、ここを疑わず、全体を疑った方がいいのかなというふうに思います。続いてですね、もうちょっと、いつのことかも覚えてないんですけど、過去に3回ぐらいですね、草でかぶれて、大変なことになったことがあります。草の中にはですね、漆みたいな、触るとかぶれるやつがあるみたいなんですね。で、開墾してる時って、今こうあるような、こういうもうなんか、うっそうとしてるところを入ってって、草を切ったり、木を切ったりしていくんですね。ですから、この中に何がいるかちょっと正直把握できない状況でやってます。だから、ドイツにかぶれたかって私未だに把握してないんですけど、なんかね、痛い、ピリッというような感覚があって、しばらくすると腫れてくるんですね。で、痒くなってくると。で、初めの時は、夜中とか寝起きとかにかいちゃってたんですね。で、どんどんひどくなって、化膿していって、結局皮膚科に行くことになりました。で、皮膚科に行って抗生物質をもらって、炎症を抑えて、で、塗り薬をもらったんで、もうとにかく絶対に触らないようにしようということで、やっと治ったんですね。結局、2、3週間かかりましたね。初めの対処が良ければ多分すぐ治ったとは思うんですけど。で、2回目の時は、薬があったので、もうかぶれて痒くなったら薬を飲んで抑えて、あとはもう塗り薬をやって、あと結構ぐるぐる巻きにしてですね、決してこうかげないようにしたんですね。で、そうすると、3日間、トータル1週間ぐらいで治るようになりましたと。だから自然界には、かぶれる草もあるということを知っておくということと、なんかね、痛って感じたときは、もしかしたらかぶれたかもしれないので、もしかぶれて腫れてきたりしたら、とにかく触らない、嗅がない。場合によっては病院に行った方がいいかもしれないですね。今回は、怪我の種類を紹介するという変わった動画になりました。この動画を作った意図としては、私自身がですね、来年こそは怪我したくないと
いう部分と、皆さんにも怪我をしてほしくないなということで、こういった事例があるよという紹介をさせていただきました。いろんなですね、お仕事がある中で、林業っていう木を切るお仕事ですね。やっぱり事故が多いみたいなんですね。事故が多いパターンとして、現場での事故も多いんだと思うんですけど、木こりの方、プロの方が、家で木を切ったりした時に事故が起きやすいみたいなんですね。で、これはどういうことかというと、プロなんで、技術はあります。木を切る技術はあります。道具もいいのを持ってますと。で、仕事であれば、ね、人の家で事故を起こせないですから、細心の注意を図ると思うんですけど、自分の家の木を切るときは、油断しますよね。安全対策もおろそかだったりと。で、そういった時にね、やっぱり事故が起きるみたいなんですね。だから私もですね、家の木は切らないようにしてます。怖いので。そういう話を聞いちゃったので。どうやってね、安全にやっていくかって、もうその人の、気持ち次第だと思うんですよね。コンディションを整えたり、疲れをためないようにするとか、どうやってやろうかとかね、よくよく考えるとかですね。で、無理はしないとかですね。本当にその一瞬、一秒でやっぱり事故って起きてしまうと思うので、で、幸いにも私は、治ってきたので、そろそろこの辺でですね、安全をとって作業していきたいなと思います。あんまりね、危ない作業ももうなくなってきたので、あとは畑仕事だけにできるかなとは思ってるんですけど、今後もね、そういう作業もあると思うので、ちょっとね、気をつけてやっていきたいなと思います。ちょっと参考になるかわからないですけど、皆さんのお役に立てればと思います。はい。ということで、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。